大阪難波駅の隣の駅、阪神桜川駅に来ています。この駅は阪神電車の駅なのに、近鉄の回送電車が頻繁に来る駅として有名です。今回はそんな桜川駅から南海電車に乗り換えて大阪市内に存在する都会の秘境駅に行ってみたいと思います。阪神桜川駅のすぐ隣に今回乗車する南海電車の駅、潮見橋駅はあります。潮見橋駅から岸の里玉出までの間はたびたび廃線が噂される路線でしたが、近年潮見橋駅のリニューアル工事が行われ、再び活性化の噂が出ています。こちらは昭和30年代当時の案内図を復元した観光案内図です。今回向かうのはここから2駅目の南海木津川駅です。トイレは美しくリニューアルされていました。この駅潮見橋駅もかなり都会の駅とはかけ離れたひっそりとした駅です。とても難波駅の隣の駅とは思えない静かさです。これから向かう木津川駅はこの駅よりもさらに利用客の極端に少ない大都会の秘境駅です。皆様、まもなく電車が到着いたします。危険ですから足元の発線までお下がりください。岸の里玉出行きの普通電車がやってきました。この車両はもともと高野線で使用されていた車両です。ちなみに南海高野線の起点は難波駅ではなく、この潮見橋駅が起点となっています。しかし実際には難波から橋本、高野山へ向かう線路を高野線と呼んでいます。またこの路線は開業が予定されているなにわ筋線の一部として利用される計画も過去にはありました。いよいよ木津川駅に向けて出発します。皆様、お待たせいたしました。各駅停車、岸の里玉出駅です。次は芦原町です。今乗車しているこの車両が潮見橋岸の里玉出間の複線を行ったり来たりしています。木津川駅に到着しました。降りた瞬間から異次元感が半端なく漂っています。行ったことはないですが、如月駅になんとなく雰囲気が似ています。暗闇の中に電車は行ってしまいました。なんだか都会の異次元の空間に取り残された感じがしてきました。ただこの駅のホームの雰囲気は少し幻想的ですらあります。なんといってもこの駅は大阪市内にある駅とは思えないこの雰囲気がヤバすぎます。改札口の方へ向かっていきます。しかも大阪の繁華街難波駅から乗り換えを含みますが3駅で到着してしまいます。線路を途中で切断して撤去したがらんと広い駅構内が不思議な雰囲気を醸し出しています。当然無人駅なので駅員さんはいません。
それどころかお客さんもほぼいません。乗降人員は大阪市内で最下位で山間部の秘境駅クラスの数字です。たださすがに天下の大手私鉄だけのことはあります。こんな都会最強秘境駅なのに IC 対応自動改札機、そしてチャージ機、券売機まで備えられています。付近の案内図には病院、会館、学校の表示もありました。券売機があるということは係員さんが定期的に来ているということでしょう。驚いたのはこの駅前の光景です。改札口を出て数歩で砂利道です。山間部の秘境駅ならまだしも、そう、ここは大阪市内なのです。駅前を少し歩いてみましたが、砂利道を歩く時の足音が不気味に響きます。そして見てください。これまた大阪市内の駅とは思えないおびただしい雑草の生い茂った駅前です。何度も繰り返しますが、ここは大阪市内難波駅から3駅で来れる駅です。駅の周りには最近建ったであろう建物が複数ありました。駅を出てすぐ左側にある建物は食肉卸売業者さんの建物です。まだとても新しく綺麗でした。さすがに大阪市内の土地なので遊ばせておくわけにはいかなく、新たに建物はどんどんできそうです。後ろに見えている高速道路の明かりは北つ森料金所の明かりです。会社の建物に高速道路、もはや普通の街中の風景です。駅から離れていくにつれ、都会の秘境モードはどんどん薄れていきます。難波に近いという土地柄、あべのハルカスがとても綺麗に見えていました。至る所に不法投棄を禁止する看板が立てられていました。これまで不法投棄が多かったのを物語っているかのようです。通りの道路から駅に近づくにつれてどんどん廃墟感が増していきます。やはりこの駅だけ別世界のようです。ただ他の方の動画を見ると以前はもっとやばい雰囲気だったと思います。これでも最近になってとても秘境感が薄れてきていると思います。以前見た別の方の動画だと駅前に不法投棄されたゴミが溢れ返っていました。かなり治安が改善されていると思います。今度は駅の裏側の方へ行ってみたいと思います。こちらは正面よりもやばい感じです。こちらも先ほどと同じくらい雑草が生い茂っています。しかも落書きが治安の悪さを物語っています。もはや森に変わろうとしている植え込みがやばいです。踏切を渡って向こう側に行きたいと思います。時々現れる真新しい建物が秘境ムードをかき消してくれています。何か得体の知れない小動物が横切っていきました。少しいい感じに見える駅のホームです。この時飛び上がるほど驚きました。ここに来る時に乗った電車が折り返して戻ってきました。潮見橋行きの電車です。闇の中から現れて闇の中へ消えていく、そんな感じのする列車でした。分断された線路、
それはもともと貨物線だった線路を撤去した残りでした。この辺りの線路は昔高野線とつながっており、その頃は高野山からの材木をここまで運んできていたそうです。その当時は職員さんも多く活気にあふれていたのだろうと思います。今は落書きと雑草に覆われた少し寂しい都会の秘境駅です。今では古びた感じの駅舎ですが、当時はモダンで美しい駅舎だったのだと思います。次の電車までの時間が少なくなってきたので、駅の中に入っていきたいと思います。うっかり乗り遅れると、また30分、この秘境駅で過ごすことになります。この先に見えている明かりは、JR 芦原橋駅付近のマンションの明かりです。高野線、南海本線、空港線に行くためには、岸の里多摩で乗り換える必要があります。駅のナンバリングも入っている4カ国語に対応した駅名表でした。レトロ調に表現された南海電鉄のポスターが妙に駅の雰囲気に似合っていました。そしてこのホームには何番線かといった表示がありません。この新しい建物のおかげでかなり都会の秘境駅ムードは薄れていました。思っていた以上に良い感じのとてもレトロな駅でした。いかがでしたでしょうか？南海電鉄の大都会に残る秘境駅。そこは昔栄えた形跡が残る、今はひっそりとしたレトロな都会の無人駅でした。そしてこの駅のホームの雰囲気はノスタルジックな良い感じのようにも思えてきました。昭和の雰囲気を随所に醸し出す良い駅でした。ところどころ新しい建物が増えているため、今後はお客さんも徐々に増え、都会の秘境駅と呼ばれなくなる日も将来来るのかもしれません。列車の案内放送がないため、電車の接近は踏切の音でしかわかりません。お迎えの電車がやってきました。滞在時間は30分でしたが、怖くもあり、珍しくもあり、昭和を感じるひとときもあり、あっという間に過ぎました。この電車に乗って岸の里多摩でまで行きます。扉が開きます。ご覧いただきありがとうございました。今回の動画と関連で大手私鉄近鉄線の秘境駅の動画も以前に投稿していますので、ご覧いただけたら嬉しいです。今回乗車した路線は過去には高野線として運転されていましたが、今はひっそりとしたローカル線となってしまった路線でした。通称は潮見橋線と言われていますが、この動画では正式名称の高野線の一部として表現しました。この動画を撮影し調べているうち、叶いはしませんが潮見橋から直通運転していた当時の電車に乗ってみたいと思いました。そして当時の繁栄していた頃の木津川駅も見てみたいと思いました。動画は以上です。長らくのご視聴ありがとうございました。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。